はい、どうも文化人です。私は26歳、低収入、自閉症スペクトラムでも工夫して奨学金400万円を5年で返済して週休4日を手に入れた人です。今回はスキルなし、学歴なしでも週休4日を実現できる仕事の選び方ということについてお話をします。コメントでどんなお仕事されてますか、また今のお仕事をどうやって見つけたかも教えてほしいですというコメントをいただきました。ありがとうございます。そのため今回は私がどんな仕事をしているのか、そしてどのぐらいの収入と手取りがあるのか、どんな仕事がおすすめなのか、どうやって仕事を見つけたのか、具体的な見つけ方についてもお話をしていこうと思います。ではまず私がやってる仕事についてなんですが、私がやってる仕事がインターネット系のコールセンターになります。例えば Wi-Fi がつながらないであるとか、ネットが遅いとか、そういったトラブルの対応をさせていただいております。在宅勤務じゃなくてオフィス勤務なんですけど、もう基本的に座ってできる仕事なので体力的に非常に楽です。ストレスもないですね。続いてじゃあ具体的に収入と手取りどのくらいあるのとお話なんですけれども、週休4日なので週3勤務なんですが、10時間かける3日で、年収がだいたい204万円です。私は障害者手帳を持っているので、だいたい手取りが14万円から15万円ぐらいになります。ちょっと余談なんですけど、私の生活費が8万円以内なので、毎月7万円を積み立て投資できているっていう現状です。詳しくは別動画で家計簿、資産報告もしてるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。一応総資産1000万円を目指しています。実際どんな仕事がおすすめなのかということについて語っていこうと思うんですが、もし週休4日を目指すのであれば、受電対応のコールセンターがいいと思います。受電対応のコールセンターがおすすめの理由を6つお話ししていくんですけど、まず夏と冬が大変快適です。オフィス勤務なので、もうクーラーが完備されていてエアコンがガンガン効いてます。僕は出勤しているので、出勤途中の15分ぐらい、暑いなとか寒いなとかあるんですけど、基本的にそこ抜けちゃえばもう一日中ずっと快適なので、気温的なしんどさとかは特にないですね。そして2番目に休憩室が充実しています。オフィスにもよりますし、ベンダーって言われるどこの企業のコールセンターなのかっていうところにもよるんですが、大企業がベンダーさんであれば基本的に結構休憩室充実してます。僕はだいたい起床時間が5時半とかだったりするんですけど、そんなに準備も時間かからないので、7時ぐらいにはもう出られる状況を作れるんですよね。5時半に起きると7時にもう家出ちゃって、早めに会社着いちゃって、会社の休憩室でだらだら読書しながら、始業前20分ぐらい仮眠取ってすっきりした状態で仕事するみたいな感じで、家にいたら夏場とか冬場とかってクーラー使ったりとかしなきゃいけないから電気代がかかると思うんですけど、早めに会社行っちゃってダラダラしちゃえばお金もかからないので、すごいいいなと思ってます。そして3番目なんですけど、座って仕事ができる点ですね。地味に利点だと思うんですけど、高校生の時とかは立ち仕事やってたりとかもしたんですけど、やっぱね、立ち仕事ってやっぱ体力的に肉体的にきついので、しんどいですよね。でももう座ってずっと仕事ができるし、オフィスとか仕事先にもよるんですけど、基本的にいいオフィスチェアが用意されているので、結構だらっとして仕事ができますね。身体的に負担が少ないのがいいなと思います。なんか肉体仕事って今しかできないっていう感じがあるんですけど、もうコールセンターだったらもう65歳まで勤め上げられるというか、もうそれ以上までいけるというか、そういう自信が個人的にはありますね。そして4点目ですね、お客様対応が明確になっているっていうところですね。業務にもよるんですけど、基本的にこういう風に対応すればいいよねっていうことが全て決まっている、品質がもう確立しているので、個人で考えることがほぼないですね。コールセンター以外の仕事、オフィス業務って
クリエイティビティな仕事を求められると思うんですよね。臨機応変な対応とか。僕とかもう ASD すぎてちょっともうできないので、お客様対応が明確なので、労働者側のですね負担が基本的に少ないのかなと思ってます。はい、5番目なんですけど、いつでも聞けるっていう点ですね。これは私はすごくありがたいと思ってるんですけど、基本的にコールセンターってラウンダーっていう聞かれたら答える人がいたりとかするんで、管理者とかもですね在中しているので、基本的になんか物覚えとか悪くてもですね何度も聞けるっていう利点があります。僕もノートにまとめるとかっていうのが基本的にできない人なので、得意なことを覚えられるんですけど、不得意なことって基本的に覚えられない人なんですね。今の仕事は IT のお仕事だから、誰よりも対応早かったりするし、物覚えが悪いってことはないんですけど、苦手なことをとにかく苦手なので、これが例えば別のコールセンターとか行ったりとかしても、基本的に間違ったことを伝えてはいけないっていう、理念からですね、いつでも聞けるようにすべきという環境が、整っているのかなと思っています。わざわざノート取ったりとか、一回教えたんだから一回で覚えろやみたいな、そういった環境はないんですよね。とても働きやすい環境になっているのかなと思います。そして最後に、6番目なんですけど、人の役に立っている感がものすごいあるっていうことですね。私は特に Wi-Fi つながらなかったっていうご連絡いただいて、私の対応で解決したみたいな感じになると、すごい感謝されるんですよね。ありがとうございます、本当に困ってたんですっていう大変ありがたいですし、たまに文化人さんにお願いしたいんですけどみたいな感じで言われると、僕のオフィスは基本的に担当制じゃないからお断りはするんですけど、そうやって言われると、仕事やっててよかったなっていう気分にもなりますね。社会的欲求大変満ちますね。お客さんから感謝をもらえるっていう仕事ですね。はい。動画編集中に気づいたんですけど、受電コールセンターの利点って2つほどあったなと思っていて、平均時給が高いっていうことと時間を選べるっていう利点ですね。平均時給に関してなんですけど、求人ボックスさんの情報で派遣社員が1406円、アルバイトパートが1191円という記載があります。文化人もですね、時給が1250円なので、大体この辺に、収まってくるのかなと。場所によってはその生産性であったりとか、いろんな指標で時給が、上下するような仕組みっていうのがあったりするので、こうパフォーマンスだともっと時給上がるよみたいな仕組みがあったりしますね。あとは時間なんですけど、時間はですね、昼から出ることもできたりとかもするので、朝が苦手だよっていう人には結構いい職場なのかなと思います。ではですね、実際にタウンワークさんのサイトでどういうふうに週休4日にする仕事を見つけていくのかというところをちょっと探していこうと思うんですけれども、このですね、タウンワークさんのページ、私福岡に住んでるので福岡のサイト開いてますが、エリア、例えば福岡市とかで、調べてですね、例えば先ほど私がおすすめした受電系のコールセンターであれば、経営事業計画人事っていうところに入ってるみたいなので、そこで選んで、時給で例えば1200円以上とかで、アルバイトパート契約社員、派遣社員とかになるのかな。例えば週2、3日から OK みたいなのにチェックを入れると、交通費支給が良ければ交通費支給とか、未経験初心者 OK みたいなのとか、選んでですね、服装自由とかですね選んで選択した条件で検索すると。そうすると、こういう感じで、これ株式会社 TMJ さんっていうところですけど、シンプル通販受付週3から OK っていうので、多分15名ぐらい募集してるのかな。給与が時給が1200円から1400円で交通費支給、結構高いですね。高めだと思います。で9時18時とか9時半から18時半とか10時19時とか、多分、9時から19時なのかな。で実働8時間で週3から OK ですよとか、土日祝出勤大歓迎とか書いてますけど、コールセンタースタッフこれもありますね。
1ヶ月指数は自分で好きなように作成できますとか、日曜日は必ず実働8時間勤務とか、日払い OK で健康診断の結果入力封入作業とかですね、求人の応募者状況履歴書チェックとか、9時21時で5時間から週3日から OK とかですね、学生 OK とかもあるんですけど、こういう感じでたくさん案件がいっぱい出てきます。コールセンターのいいところは基本的に大量募集なんですよね。人がたくさんいないといけないので、お断り入れられるっていうことが基本的にあんまりないのかなと思います。コールセンター業務についてると基本的なそのパソコン操作であったりとか、お客様対応能力であったりとか、そういったものが身につくので、その後何かキャリアステップするって仮になったとしても基本的なことできるよねっていうので、仕事の内容として割と重宝される人材になるのかなと思います。ということで、いかがでしたか？週休4日でも過ごせる仕事ってたくさんあるので、週休4日で手取り14万でもですね、僕は十分に楽しく暮らしているんですけれども、もし今仕事が辛いとか、もうなんか死にたいぐらいになってるとか、精神科に、通わないともう正社員じゃいられなくて薬たくさん飲んでますとか、もう辛くて起き上がれないですとか、休職中ですとか、ご事情あると思うんですが、自分の体であったりとか精神を大切にして生きていきたいなと思われる方がいるんであればですね、僕は週休4日でも一人暮らしですけど暮らしているので、週休4日という手段を取るのもいいのかなと思います。正社員でね働けるのであればそれに越したことはないとは思うんですけど、週休4日っていう選択をするのもまた一つなのかなと思います。で週休4日生活に関してのコンテンツを今後も投稿していきたいと思っておりますので、興味がある方は週休4日周りのコメントをしていただいてもいいですし、私の個人的なことで聞いていただければ答えられる範囲であれば答えますので、ぜひコメントしてみてください。高評価であったりとかチャンネル登録も、していただけると大変励みになります。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。ご視聴いただきありがとうございました。